素晴らしい。それでは早速始めていこう。映画を誇った文明が滅んで数千年。かつて力を失った人類は自らが生み出した遺伝子改造による生物兵器に脅かされながら黄昏の時代を過ごしていた。9世紀の発掘兵器を使い戦争を繰り広げる国家の噂もあったが、そこに生きる人々は今日の糧のこと以外考える余裕を持てなかった。そんなどこにでもある辺境の村で事件は始まった。前半部分は前作パンツァードラグーンと同じだが、後半の帝国に関する内容から違っている。ラクセニア・クリアル・プロフェボメステル・フロモス・フェゴスティスタナルダバスカ・フェゴスBekan Laksenia Genem. Yotier Anis. Laksenia Gene Geskel de Zadike Dan Ducati Rocky After the Dubaras de Zen Merks Kai Watanabe バスカーのボーダークファンタジー色が強いわね。前作と比べると重々しい空気が漂っているぜ。ちなみに主人公はランディ・ジャンジャックという14歳の少年じゃ。14歳？前作のカインより2歳も若いんだぜ。あら、これは光っているわね。光っているってことは変種じゃないの？村の掟を守っていないの？De on to Lagma Ducati Dan De Geskelte 破るつもりはなかったと言いながらも破っているじゃないの。まあ、こんなに懐いてしまうとね。 No Enifas Eva 蝶というより翼に興味があった模様。飛びたかったのか。1年が過ぎたみたいよ。Deanis Mecania. Dena. Oni Valadinor Naus. Dena. 誰かしらね？お、なんかさっきの変種が育っているぞ。飛んだー。エスパーキヨタのバイブレーションがこんなところにまで。綺麗だろ。なんか村がやばいんじゃないの？この顔はやばいことが起きた顔じゃな。エスパーキヨタ法で村が大惨事になったのじゃ。変種くんがなんかぶっ放したー。ティスタナダバスカーのフェゴスさあいよいよゲームが始まるぞい。謎だらけの幕開けね。ワクワクするぜ。走ってるー。飛んでないー。そうじゃ、まだ飛べないんじゃ。ちなみにこの変種君はラギという名前じゃ。ここからはラギと呼んでいくぞい。さて序盤はチュートリアル的な内容になるので、ここでゲームシステムについて軽く触れておくぞい。攻撃方法は前作同様バルカンとホーミンブレーザーじゃな。ボタンを押すとバルカン一発発射。連射すれば連射可能じゃ。ボタン長押しでホーミンブレーザーのロックオンじゃな。ロックオンできる数はドラゴンの成長に合わせて増えていく。成長？ドラゴンは今回成長するの？そうじゃ、このツバイから追加された新要素の一つ。ドラゴンが成長していくんじゃ。プレイヤーの戦い方で成長の度合いが決定していくらしい。G さんの腕次第で成長が決まるんだな。そういうことじゃ。まあ、いつものように G さんにうまさは求めていないから大丈夫だぞ。わしの実況にうまさを求める方が悪いんじゃ。だからどやるな。他に新要素はないの？
そうじゃな、この地上戦も違いからの要素じゃな。ここだけでちょこちょこ出てくる。なんか斬新ね。パンツァードラグーンといえば優雅に羽ばたくドラゴンにまたがって空中戦ってイメージだったからな。あと波上下方向の視野が広がったことかも。それは思ったわ。随分と上を向いてるもんね。この上下方向の視野の広がりはゲーム性に大きく影響を与えていると思うぞい。より360度感が増した感じじゃ。あらゆる方向を見れる感じね。あと波コース分岐って要素が追加されたぞい。コース分岐？そうじゃ。エピソードの途中でコース分岐があり、プレイヤーがどちらのコースに行くか選択できるんじゃ。確かにそれは前作にはない要素だな。選択したコースによってどんな変化があるの？難易度が異なるぞい。あと波選択したコースによってドラゴンの成長要素にも影響があるぞい。ただ、どこにコース分岐があったのか初見では分かりにくいんじゃ。あら、そうなのね。実際、今回初見の足はどこに分岐があるのかわからんかったわ。偶然、コース分岐で別ルートを行ったりしていたわい。コース分岐を知らせる何かがあってもよかったかもな。まあ大雑把に変化の大きいところはこんなところじゃな。グラフィックなどは大幅に進化しているな。やはり、この上下の視野角が広がったのはインパクト大きいなと思う。G さんの言う通り360度感というかパノラマ感が増しているな。確かにこのアングルはすごいわね。なんか前にでかいのがあるわよ。敵か？なんじゃこりゃ。迫ってきてるわね。通り過ぎたぜ。なんだったんだ？目の前にでかい芋虫みたいなのが浮かんでいるぜ。なんなのあれ？オープニングで村を焼き払ったやつじゃないのか？おう、飛んだわよ。アギが飛んだぜ。一気にあの芋虫全巻を撃ち落とすんじゃ。あら、落とされたじゃないの。なんか悪そうなやつやで。これが今回のラスボスみたいなやつなんかな。暗転？エピソード1の終わりじゃ。レイヤルフィザエウティウスエナティロエリュキアナリュキアナスメトイユフォルムインペリアケスケルデダルカタエナミタスのミタイトあのでかい芋虫戦艦は9世紀の船らしいぜ。帝国と国境へ移動したって言ってたわね。いよいよエピソード2じゃ。どうやら、ここからコース分岐があるらしい。全くわからんかったがな。エピソード2は渓谷ステージなのね。狭い通路を駆け巡る感じなんだな。早速地中から敵が襲ってきているぞ。またもや後ろからじゃ。しかも大量に来たぞ。忙しいわね。そのテントみたいのも壊せるのか。戦闘機みたいのが出てきたぞ。なんじゃこいつ。ここか？分岐地点ってここなのか？何か分かれている感じはするわね。全く意識することなく右に行ったな。それも運命。こやつはなんじゃ。あ、人が落ちた。もう後ろから。なんか飛ぶんじゃないの？これ。おー、いきなりガチな場所で飛行とか心の準備ができてないんだぜ。でも飛べたじゃないの。いいわね、この開放感。うわぁ、いきなりこの高さは怖いわ。なんか落ちている気が。キャッチしたわね。再び地上戦じゃ。早く大空を飛び回りたいぜ。なんか砦みたいなのが出てきたわね。
物陰から敵が出てきて焦るんだぜ。あ、なんか戦艦みたいなのが向こうに飛んでるわね。なんか上から下から前から後ろから、軽いパニックになっているぞい。なに？どうしたの？さっき説明し忘れていたな。左から新しく追加されたバーサクジェ。左下の2本の上側のゲージが緑色の状態になると使用可能で、ゲージがなくなるまでドラゴンがコーニングを打ちまくる。まさにバーサクモードじゃな。それは強いわね。しかも効果時間中は敵の攻撃を受けてない。それは強いな。バーサクの使いどころも非常にポイントじゃな。ここの砦はオブジェクトを破壊する前と押してくれん。ところでバーサクのゲージはどうやったら溜まるんだ？バーサクのゲージは敵に攻撃を当てるた部分に蓄積されていくんじゃ。攻撃回数なんでバルカンの方が効率が良かったりするんじゃ。さてさて、ここのオブジェクトを破壊していこう。いけ。先に進んだわね。かなり削られたな。前が見えん。ひどい煙ね。排ガス規制に引っかかるぜ。エコじゃないんじゃ。お、煙が晴れてきたわよ。ボスの予感だぜ。ボスじゃ。戦艦じゃな。ロックしてホーニングで削っていれば問題ない敵じゃ。あ、バーサク。せっかくだから使っておいたわい。これ気持ちよさそうね。最高じゃ。私がこうして踏んでば、気持ちいい。ってな。ネタが古すぎるのよ。2004年アテネ五輪だぜ。なんか20年も前のことか。でも発売よりは新しいとい。なんじゃ。結果じゃな。まだまだ2面だからね。サクサク言ってもらわないと。
また飛んだぞ。なんか光ってるわよ。わあ、脱皮した。これが成長だな。このトータルポイントとやらで成長が決定するらしい。へえ、テクニカルポイントとか影響してくるみたいだから G さんには最終形態とか無理そうだな。てへぺろ。Ena luce du retran, latu mesa imperia. Lerte que nos dio, bromag shiva. Ena de nos queret, eki actefoni valukia naus. Dem, lagi. 前作は森の上空を飛んでいたんだが、今回は森の中を疾走する。狭いところを駆け抜けるスピード感やスリルが味わえる良いコースになっているぞい。うっそうとした感じがすごいいいわね。木漏れ日みたいな表現もなかなか良いんだぜ。ここが分岐なの？そうなのか？いやわからん。分岐みたいな感じじゃなかったけど。高度は低いけど、ここはここで気持ちの良いステージね。ムカデっぽいのが出てきたぞい。なんかいつの間にか結構削られているわね。ほんとだやられすぎだぜ。いやー、難しいんじゃ。パッドの十字キーに力入りすぎていて親指が痛いんじゃ。ボスじゃ、ハヌマンというらしい。うわ、でかいのが急に来たわね。ハヌマンというだけあって猿っぽいんじゃ。いや、そりゃそうなるだろ。自分から突っ込んでいったわね。一応壊せるのね。
なりヤバいんだぜ。なんとかしのいでるけど厳しいわね。まだ終わらんよ。ここからがジジイの粘り腰ぜ。若の花張りの粘り腰を見せたるわい。令和の問題の枠とタイミング若みたいに潰れました。なーにが若の花よ。全く粘れませんでした。でボスのところからだな。さっきよりは HP 残してこれたな。こうして見ると影もちゃんと書かれていてすごいんぜ。あれ？今なんか別の大きい影が後ろに行った気がするけど、上になんかいたわよ。プレイ中は全然気がつかなったけど動画編集中に気がついたぞい。なんであれ？謎が多すぎるわよ。さっきはここで押しつぶされてたわよね。お、避けたぜ。当たり前で学習能力は人並みに天才で、多分。長い腕で気を移動して本当に猿みたいね。すごい表現力だぜ。ほんとプレイ中は余裕がなくて全く入れてなかったんだが、動画編集中はいろいろ入れて楽しいぞい。このゲーム本当にすごい作り込みすぎて。てかなんか真剣みたいの飛んできたぞい。めちゃくちゃ痛いんだけどやばい。これはガチでやばいんじゃ。負けそうよ。こりゃ負けるな。まだ終わらんよ。令和の問題に若の花と。やかましい。そのくだりはいらないから真剣にやりなさい。はい。いやじいさん空前の灯火よ。多かった。やればできるじゃないか。あたた棒よゲーム歴だけは長いんじゃ。しかし、冒頭の影と上にあった何かは何じゃったんじゃろうか。謎ね。お、また進化しそうね。エピソード3クリアじゃ。エピソード4ね。エピソード7までだから半分は過ぎたんじゃ。ここも神曲じゃ。そして狭い通路面ね。スピード感がたまらないステージね。パンサードラグーンらしいステージでな。今のところがコース分岐じゃと思う。下に来てしまった。なんかまだ始まったばかりなのに扉の開閉が怪しいのがあったわね。前作だとステージの後半とかに出たギミックだったぜ。地上戦になったわね。取り囲まれたんじゃ。なんか床が上に移動しているのか？なんか潰されているわね。潰したアシューかなんかなんじゃな。チャーシューにしてはまずそうだぜ。
なんて。レーザーみたいなので撃たれているぞ。こうなったらバーサクぜ。困った時はバーサクに限るわね。体力もやばくなってきたな。ボスが近いのか？尻尾が可愛いわね。なんか到着したんぜ。まだボスじゃないのか？これは体力厳しいわね。これ以上減るとボス戦も厳しいんだぜ。うわ、まだまだじゃないの？これ。水の表現とかすごい頑張っているぜ。当時の家庭用ゲーム機で、しかもサターンでこれはすごいと思うぞ。これはいよいよボスか？ボス来たっぽいわね。まだレーダーの見方がよくわかってないみたいね。そうなんじゃ三角は下にいるってことらしい。上を見ているな。これがエピソード4のボスで、名前は知らん。橋が壊されるんぜ。殴られまくっておる。体力赤くなっちゃった。これをピンチと言わず、何をピンチと言おう。2つがあったぜ。なんか赤いの出してきたぜ。ロックオンできるので撃ち落とすのぜ。赤いのからレーザー出てきてないか？倒すとレーザーみたいの出してきているわね。ほんと？ほんまや。そうでもはいいぜ。しかもなんかレーダーまで撃ってきたぜ。こいつ、ガノトトスのモデルになったんじゃないのか？危ないこのジェッタ全部抜けたので。今度はこっちから反撃させてもらうんぜ。ハヌマンの時に見せた脅威の粘り腰を再び見せてるわい。なんせ、今度はサイコガンダムのリフレクタービットみたいなのが出てきたぜ。と思ったらやられてしもうたー。手強いボスね。ボスの攻撃が多彩なんだぜ。対応するのが大変ぜ。
そしてリベンジ。ダメでした。強い敵ね。ここのボスに2落しているわね。あら？ボスのところからじゃないの？あ、さては道中でやられたな。違う。ルート分岐で違う方にたまたま入れたんじゃ。ここじゃ、上ルートに来れたんじゃ。なんかこっちのルートの方が敵の攻撃が厳しいような。もうなんだか。血ついていけてないな。振り回されているな。うおーい、なんでバーサスしてんのよ。間違えた。ボスのところまでたどり着いたんぜ。体力は少ないわね。3度目だし、パターンも頭に入ってきているので、いけそうな気がするあると思います。ダーカーラーネタが古い。令和に天神木村をつくことになるとは。ここまではパーフェクトゲームね。ミスターパーフェクト松原ね。霊夢まで。そうそうレーダージャがな敵の上下位置が三角形で表現されているんで、どうやら四角は同じ高さにして視野にさえ入れれば見えるってことらしい。
ピンクのやつは無視で。撃たなければどうということはない。ここでは当たるぜ。溜まっていたのね。だいぶボスの体力も減ってきているぜ。ここで引いて。倒したー。おお倒したわね。エピソード4クリアおめでとう。撃墜率が少ないわね。エピソード5じゃな。なんか幻想的というか深いというか、ファンタジーな感じなステージになっているな。なんか変なのいるわね。変なのがおる。周りにいる奴がホーミングレーダーを防ぐシールドを展開して厄介じゃ。うわー、すごい弾幕張られているぞ。この敵しぶとい。しぶといわね。めっちゃ体力削られているぜ。やっと倒したわね。いや、このステージこの先どうなるんじゃ。ピンクの幹みたいなのが幻想的だな。行って。あ、船だ。
か下におるぞい。またこいつか。今度はちゃんとボスとして登場みたいね。開幕バーサクじゃ。全部防がれた。全部無駄になったぞ。なんてこった。あのシールド、クソ厄介なのじゃ。バリカンでゴリ押すのじゃ。ボスのエイムは良くないみたいね。なんか突っ込んでくるのが痛いんじゃ。なんじゃあややられたわね。またやられた。今度こそじゃ。なんか体力めちゃくちゃ余ってやってきたな。道中は完璧じゃ。コーニングをシールドで防いでいる時にボスの動きも一緒に停止するのが分かったんじゃ。この特性をうまく使うと固まっている間にバルカン当て放題じゃ。相変わらずこの突っ込んでくるやつの対策できてないわね。当たりまくってるぞポンコツじじい。見ろ今度はちゃんと迎撃したいぜ。あ、突っ込んでくるやつ。そうじゃあ。やればできるじゃない。なぜ最初からやらない。厳しいのう。おう、倒した？まだゲージは半分残っているぞ。第2形態でな。守備を捨てて攻撃全振りしたような感じで、しかしわしを相手に守備を捨てたことを後悔させてやろう。出たバーサク。お、ついに撃破したわね。すごい敵でした。なんじゃ成長したぞい。色々と形態によってドラゴンの名前があるらしいんじゃ。なんか来たわよ。なんぞ。船の上空にいたのか。NUT knows. Dua Sudu Putawatama.
タブスケーマエルスピノーツフェルケスエピソード6じゃ。船の上での戦いになるぞい。敵が多いぞい。すごい敵の数ね。レーダーがすごいことになっているわね。敵戦艦上の戦艦ってのもかっこいいな。お、通路に侵入するわよ。これまた狭いんじゃ。わしは兵所恐怖症なんじゃと。特にバイクのようなところは苦手なんじゃ。昔、近くの災害置き場みたいなところでアスレチックとか行って遊んでおった時に、土管をくぐろうと思ったら足が挟まって動けなくなってしまったんじゃ。あれは恐怖でった。なんとか挟まった足場を動かせて事なきを得たんじゃが、今思い出してもゾッとするぞい。何の話をしてるのよ。なんか壊してくださいと言わんばかりのものがあるな。ならばバーサクで壊せやろう。ここの BGM は前衛的な感じの曲になっているわね。先進的なテクノロジーな船だから曲も先進的になっているんじゃろうな。あの壊してほしいオブジェクトは、全然壊れてなかったな。お、一本倒壊したぞ。2本目もいったわね。3本とも破壊じゃ。なんじゃここは。お、爆発したわね。ボスだったのね。さあ G さん体力半分ない状態で倒せるのか？頑張るんじゃ。バーサクは脳汁でもする。バーサクだけで半分削ったわね。これはなんとかなりそうか？二段対決中出場世代一勝かなりの価値は6着空価値だ。最後めちゃくちゃになっているわよ。
たいんじゃやったぜじいさんエピソード6は一発クリアよ。やるぜ。いよいよラスボスのお出ましなんだぜ。なんか出てきたぞい。ラスボスね。いよいよ最終決戦なんだぜ。はい、というわけでラストエピソード。めちゃくちゃやられました。めちゃくちゃ強いですが徐々にパターンを覚えていきます。そして5回やられて6回目の挑戦。ラストエピソードも神曲で出迎えてくれます。倒したわね。まだじゃ、もう一段階あるんじゃ。
やったわね。シューティング苦手と言ったけど10回もやられだけで済んでるな。終わってよかった。いや、今回はただの初見プレイ実況じゃからな。やり込み要素とかふんだんにやるらしいぞ。それは楽しみね。メリジーのレトロゲーム紹介の枠とは別にゆっくりとやり込みもして動画にしてみたいもんじゃ。今の時代でもじっくりと遊びたいゲームだぜ。それじゃエンディングと一緒に感想戦、コメント紹介をしていくぞい。ちなみに今回はすごい記録が出てしまったぞい。それでは G さん感想を思う存分語ってください。パンツァードラグーンツバイ。今回初めてやって完全に初見で遊んだわじゃが、よくできたゲームじゃったわい。システムは前作パンツァードラグーンで完成していたと思っていたんじゃが、しっかりと進化を遂げておったわ。こういった続編だと追加要素が賛否を呼んだり、全くゲーム性が変わってしまうような新要素を追加したりとかしがちなんじゃが、従来のゲーム感を損なわずに新しい要素を足したのは本当に素晴らしい。操作性を変えてなかったのも大きいのかもね。それはあるじゃろうな。パノラマフィールドという上下の視野角を広げたのは本当に大きな変化だと思うぞい。上下の視野が広がるだけですごい世界のが広がった感じがするな。あとバーサクじゃな。爽快感が増した上にボス戦でも一発逆転や開幕ダッシュが狙えたりと戦略的にも広がりのある要素じゃな。コース分岐は正直今回の初見プレイでは、どこに分岐があるのかわからなかった。これはもう少し目立たせても良い気がしたぞい。成長要素はやり込み要素としてはすごく良い要素なんじゃろうな。今回はそこまで堪能はできなかったが、やり込みたいと思えたのはいい要素だと思うぞい。ストーリーは具体的な説明がないがどうやら前作より過去の話ということじゃな。ちょっと考察系のサイトとか調べてみようと思うわい。とまあ、長々と感想を言ったが一言で言うと、現役の神ゲーム。じゃな。すごいわね30年前のゲームなのにまだまだ現役で通用するってことよね。そうじゃ、サッカーで言うところの三浦和じゃ。数は現役だけど通用。皆まで言うな。ロマンじゃ。それではアンケートの結果を発表していくぞい。こうなった。これは、まごうことなき神ゲーが 60% って驚異的な数値になっているわね。なんかどちらかというと神ゲーまで含めると 85% が神ゲー判定になっているぞ。すごい結果になっているんじゃ。衝撃の神ゲー指数を見てみよう。それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は70.5 じゃ。なんと70点を超えてきたんじゃ。前回のパンツァードラグーンの時に、この指導の性格上60点を超えたらレジェンド級と言っていたが、なんとさらに上の70点を超えてきてしまったんじゃ。すごすぎじゃ。とてつもない記録だぜ。それじゃあこれまでのランキングを見てみましょう。他を抑えて圧倒的1位じゃった。そうでしょうね。これはすごい記録が出てしまったわね。これを超えるゲームが出てくるのか、あと逆のマインドシーカーを超えるクソゲーが出るか、メリジーのレトロゲーム紹介は目が離せないな。自画自賛ね。宣伝をつ。それでは次にコメントを紹介していくぞい。それではレイムさんよろしくじゃ。光一さんからのコメントです。ほぼ全てで1作目から順当に進化ゲームとしてもフラッシュアップされていたと思います。一方でお金と時間がかかるオーケストラ音源はなし。ただそれ以前のシューティングゲームから別の次元に到達していた1作目と比べると驚きという意味では劣ったか天才の長男と優等生の次男坊。まさしく正当進化でした。オーケストラ音源は確かになかったですな。私としては偉大な父と肩を並べる2代目といった印象です。糸16時5と1風と8イフさんからのコメントです。このままアゼルもやろう。アゼル購入しました。連続ではなく少し間を空けますが確実にアゼルもやります。その時は動画にしますのでぜひとも遊びに来てください。ノエルさんからのコメントです。1に合わせて延々やってましたね。パンツァードラグーン、サターンあるでしょって PS1 買ってもらえなかったもんで。子供の頃サターンユーザーだったんですね。そのおかげパンツァドラグーンと出会えたという奇跡ですな。金狐さんからのコメントです。アインからゲーム性をより高くして、ランクシステムも実装されてますが難易度はマイルドにやっぱり時期が強いゲームは遊んでて楽しいです。パンツァー5でわかりにくいですが、主人公は小ざまの中の人が声を当ててます。パンツァー5のアテレコ、プロってすごいなぁと思いました。ランク、成長、コース分岐と完成形と思われたアインにさらにゲーム要素を盛り込んで、グレードアップですよね。奥さんからのコメントです。ひいじいさんが最高のゲームじゃって言ってた。ひいじいさんとは友達になれそうじゃ。青色さんからのコメントです。アゼルのセーブデータクリアしてなくても良いがあると良いことが。アゼル購入したので楽しみです。元ちかさんからのコメントです。リクエストの採用、ありがとうございます。前作からの正当進化で素晴らしい神ゲーです。攻撃にバーサク追加、ドラゴンの進化、パンドラボックス。グラフィックもさらに綺麗になり、本来サターンではできない水の半透明を技術で表現しています。ストーリーも良く、誠のエンディングでは驚きが。ゲーム内のナレーションで架空の言語を違和感なく喋るのは、悠々白書の鞍馬の人なんです。こちらこそリクエストありがとうございます。いやー、いいゲームをリクエストしてもらいました。リクエストしてもらえなければやる機会なかったかもです。テリテリさんからのコメントです。
素晴らしい作品ですよね。前作の不満要素を極力減らしユーザーの求める形にしっかりと進化した神ゲーだと思います。ソニックを作ったメーカーだけあって演出や爽快感が増し視覚要素でも満足できる作品だと思います。爽快感は増した。バーサクとか爽快感の塊でしかないですもんね。とめぞうさんからのコメントです。まとまりすぎてしまった感じはありますが、前作よりもフレームレートは上がりものすごく美しいグラフィックと独特の世界観に痺れまくっておりました。ルート分岐もあり遊び応えもあります。実は1の過去作だと分かった時の感動はすごいものがありました。あらゆる方向で進化しましたよね。誠エンド見なくては。OKGO さんからのコメントです。ツバイはワイドテレビに対応していたはず。今回ワイド設定のつもりだったんですが、なってなかったような感じです。やり込むときは設定確認してやってみます。化け猫さんからのコメントです。ツバイではステージ分岐とドラゴン育成が自然な形で追加されています。ガヤ音といった演出では最終面とラスボス戦が盛り上がります。本当に自然に組み込まれておった。無理やりつけたとか変に複雑なシステムとかじゃなく普通にゲームをやっていると普通に楽しめる。万年寝太郎さんからのコメントです。間違いなく神ゲーです。前作ほど難しくはないし、何より最終面の演出と BGM が最高です。最終面良いですな。戦闘もかっこいい。とまあ、駆け足でコメントを紹介したんじゃ。皆さん、いつもコメント本当ありがとうなのじゃ。この動画にもコメントをつけてもらえると嬉しいぞい。Tua no lo quiero suena。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて。ありがとない。しかしまあ、70.5 点には驚いたぞい。すごい得点が出たわね。まだこの企画の回数は少ないけど確実に数値だぜ。でもコメント欄のみんなの熱い思いを見ると 70.5 点も頷けるわ。セガファンのパワーを垣間見た気がしたわ。